こんにちは。この動画はテクノフロンティア2024で実施した対談映像をまとめたものです。電源メーカー、オシロスコープメーカー、パワー半導体メーカー各社に集まっていただき、その製品の特徴であったりを探ってきました。かなり貴重な映像となっていますので、ぜひご覧ください。それではどうぞ。ということでですね、電子計測器の未来を語る座談会始めたいと思います。合計7社ですね。まず1社目がテクトロニクスです。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。というわけでですね、今回ですね、各社ですね、1台 10kg 程度まで持ち込み OK ということにしています。テクトロニクスのですね、何かオシロスコープがそちらにありますね。はい。で、簡単にですけども、どういったラインナップがあるのかっていうのをご説明していただけますか。はい。テクトロニクスポータブルからですね、ハイエンドまでさまざまなオシロスコープがありますけれども、特にここで上に出ていますですね、小さい方から2シリーズ、3シリーズ、4シリーズ、5シリーズ、6シリーズ、2、3、4、5、6というシリーズがあります。で、こちらの機種がですね、一番メインの機種となっております。で、今日お持ちしているこちらの2シリーズのオシロスコープ。今そちらで持っているの、皆さんよく見えますかね。こちらが、ポータブルタイプ、持ち運びできるタイプのオシロスコープです。しっかりと動いていますね。で、テクトロニクスのオシロスコープ非常に、有名っていうか、多分かなり多くのところで使われていると思います。で、皆さんもですね、一度はテクトロのオシロスコープ、学校であったりだとか、職場であったりだとか、使ったことがあるのではないかと思います。で、今、ちょっと前のオシロスコープだと画面が結構小さいタイプのものが大きかったと思うんですけど、こちらは割と新しいものですので、これはタッチパネルとか。そうですね、こちらはですね、全機種タッチパネルになっております。なるほど、なるほど。こういったのが使えるわけですね。オシロスコープ非常に本体だけで使うってことはなくて、プローブが非常に重要だと思うんですけども、私の個人的な見解ですと、テクトロのプローブ一番品揃えがいいんじゃないかと個人的には思っています。そこら辺はどうですかね。はい、そうですね。プローブに関してですね、いろんな種類のプローブを幅広く揃えておりましてですね、こちらにありますけども、一番左側に、世界で初めて光絶縁タイプの、プローブを出しております。その他、高温層対応のプローブとかいろんなプローブを出しております。なるほど。はい。こちらの光絶縁のプローブですね。前一回テクトロさんの事務所にお伺いしたことがありました。品川駅にあるんですけども、そこで一回触ったことがあって、こんなすごいものがあるのかと。多分光タイプはこれ世界で初めてですか、売り出したのは。かなり昔なんですけども、何十年か前にですね、光アイソレーターっていう製品が、それも当社がまだソニーテクトロニクスの頃にですね、ありましたけれども、それから、実際は今かなり最新のものは初めて出しております。帯域 1GHz まで対応しております。帯域1が。ちなみにどういったところで光絶縁は使われる。これはほとんどパワーエレクトロニクスのですね、パワーデバイスの波形を見るために使っていただいております。なるほど。じゃあ 1GHz っていうのは非常に高い周波数かと思うんですけども、その 1GHz っていうのは何か意味はあったりしますか。最近のですね SiC とか GAN のデバイス、そういうデバイスが高速ですので、その波形を正確に見るためにプローブも 1GHz 帯が必要があるということで 1GHz を用意しております。なるほど、なるほど。ありがとうございます。真ん中のこれは何ですか。真ん中は電流プローブ。電流プローブ。なるほど。電流プローブ、作動プローブとクランプタイプもあると。でちょっと次のスライドいきますかね。はい。ちょっとこちらのスライド簡単にですけどご説明いただけますか。実はこちらの絵はですね、今回パワーエレクトロニクス、当社が力を入れておりますので、パワーエレクトロニクストータルサポートという形で、オシロスコープ本体とか、プローブの方はすでに皆さんご存知かと思うんですけれども、今年の1月にですね、こちらの左にある、エレクトロオートマティック車という電源、ハイパーの電源と、ハイパーの電子負荷
ですね、会社は買収しましてですね、今年からテクトロニクスのラインナップとして、ハイパーの電源ですね、1台で30キロワットとか60キロワットで非常に大規模な電源まで、用意できるようになっておりますので、要は電源から電子化まで全部サポートできるようになりましたということになっています。じゃあこれまではこういったハイパワーの電源はなかった。で、今回新しく加わったと。ハイパワーはですね、他社の電源を使わされていってましたけども、今年からは全部、トータルでサポートできますということで。なるほど、なるほど。じゃあ、全部このソリューションとして売り込んでいくと。そういったイメージですか。はい、そうですね。計測器に加えて、こういった、電源として、トータルで、売っていくってことなんですけど、やっぱりその狙いとしては、そのシステム全体で売っていく、そういった狙いで、買収していったとか、そういうことですか。そうですね。パワーエレクトロニクス全体をですね、一社で対応できるような形で買収したとなっております。ちょっと一番右のこの負荷が、電子負荷が気になりまして、昨日電源対談でですね、やはり各社ですね、改正できるタイプの電源っていうのがですね、ラインナップ、一通りですね、皆さん持ってるんですけども、この電源について何か特徴であったりだとか、そういったものはございますでしょうか。実はこちらですね、実際中で SiC を使っておりまして、コンパクトでハイパワー対応できるということですね。で、改正および、電源の方が最大 96% というですね、非常に高い変換効率を使って、電気を有効活用できるという特徴があります。なるほど。SiC 使ってるんですね、電子負荷の中に。非常にハイテクというか、その先進的な設計思想みたいなのを取り入れてるんですかね。この、会社はですね、ドイツにございまして、設計部門と、主力の工場ドイツにありまして、ドイツの、かなり高度な技術を使って作っております。なるほど、なるほど。ちょっと電源の方に話が逸れてしまったので、オシロスコープの方に戻していきたいんですけども、ちょっとですね、各社、今回オシロスコープ、展示、集まっていただいたんですけども、この企画にですね、聞きたい質問がですね、必ず2つありまして、まず1つ目お伺いしますけども、テクトロニクスのオシロスコープの一番の特徴は何ですか？先ほどですね、2、3、4、5、6というシリーズがありますけれども、実はシリーズと通しまして操作性が共通になっておりますですね。なので従来はシリーズ違うと操作性が違うので、また全部覚え直しありますけれども、共通で使える。さらに、パソコンのオフラインソフトの方もですね、全く同じ操作性が使えますので、その操作を覚えるということがしなくて済む簡単に使えるというのが特徴になっております。なるほど。前事務所にお邪魔した時に4シリーズか5シリーズで結構動きがカクカクっていうかちょっと遅いなみたいなことがあったんです。それは改善されましたか？はい、ありがとうございます。いい質問を。今ですね、前回お使い2年前ですけれども、MS の4というシリーズをお使いになって、今ですね、今年に4の B シリーズというマイナー展示版が出ました。で、ご指摘が、動画の中でご指摘があったですね、起動時間が遅いっていう点と、操作がちょっとカクカクすると。というような B シリーズは完全に解消しておりますので、ぜひ今日ブースにあります実機の方をご覧いただければと思います。わかりました。ありがとうございます。で最後、もう一点。テクトロニクスが一番注力している製品は何でしょうか？注力している製品、今お話しました MS の4の B というシリーズですね。4の B のシリーズがですね、今年出ました新製品ですね、こちらを注力製品としております。なるほど。ということですので、皆さんですね、ブース、こちらのですね、対談が終わった後なんですけども、テクトロニクスはですね、今回展示出展しております。もしご興味がある場合はですね、この対談が終わった後、ぜひいろいろ触ってみてください。はい、というわけでですね、まず1社目、テクトロニクスさんとの対談でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。というわけでですね、次の対談で、時間になりましたので始めたいと思います。2社目なんですけども、テレダイン・レクロイです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ちなみに、私が使ってるオシロスコープは、テレダイン・レクロイのですね、今、こちらにあるモデルが、アナログ4チャンネルと、あと、デジタルが入ってるんですけども、私はデジタルが入ってないですね。ものの同じモデルを使っております。どうもありがとうございます。はい。
というわけでですね、テレダインレクロイ始めていきたいと思います。ちなみになんですけども、レクロイはですね、一回テレダインに買収されたんですよね。はい。テレダイングループの、今傘下にいます。はい。なんか買収されて変わったとか、そういったことはあったりしますか？お城スコープの作りに関しては影響はないんですけども、テレダイングループの中に高周波チップを作れるデバイスの部隊がいるので、そことコラボして今そこに65ギガの12ビットのお城出てますけども、その辺のフロントエンドのチップとかは、そちらの高周波技術を使わせていただいているって感じですね。コラボレーションのシナジーは出てると思います。じゃあ買収されたことによって製品も一段とクオリティアップしたという認識でよろしいですか？はい、ありがとうございます。で、こちらのスライドがレクロイの公文会のお城のやつだと思うんですけど、簡単にですけどご説明していただけますか？はい。ですね、テレダインレクロイ、もともとレクロイ社、1964年に、アメリカの原子核物理の実験施設で物理学の研究をしていたウォルター・レクロイというものが創設したんですね。で、デジタル技術を持ってたんで、最初からデジタルお城で参入しています。で、今回ちょっと12ビットのお城の年表を出したんですけど、実はもうかなり昔からですね、公文会能のお城っていうのは世の中にはあって、うちが初めてではないんですね。で、このうちは90年代に10ビットってあったんですけど、60年代、70年代にも12ビットっていうのがありました。ただあんまりその待機が早いものがなくて、伸びなくてですね、そこで消えていったっていう歴史があるんですけども、最近、2011年にレクロイが HRO というですね、12ビット 600MHz というモデルを出して皮切りに最近のブームがまた火がついたという感じだと思っています。なるほど。ちなみにちょっと一点気になったんですけど、この2011のところの、オシロスコープは何ですか？画面がこういうことをやっちゃう会社っていうことだと思います。レクロイ、私も2011年から実はジョインしてるんですけど、その当時 6ZI というですね、画面を縦にできるタイプのお城がありました。これをベースに12ビットモデルを出したってことですけど、昔の携帯電話でスライドできるやつがあったかと思うんですけど、なんかそれと似たような感じで画面がクッて曲がるのが非常に面白いというか、変なオシロスコープを作ってしまうというか、そういう会社です。非常に面白い会社だと思います。でその後、オシロスコープをこういうふうに出してきて、もう12ビットオールザタイムっていうのは、これは何ですか？ですね、最近はもう12ビットネイティブの AD を積んだお城っていうのももう世の中で出てきてますけれども、最初の頃に、レクロイが12ビット出した時の追従した最初の頃の他社のモデルっていうのは、8ビットベースの AD をうまく使って12ビットとか10ビットに上げているというタイプが多かったんですね。でそれに対して我々はネイティブ12ビットの AD で電源投入からどんな設定にしても12ビットで動きますよというのを、といったそういうちょっとキャッチフレーズを使っています。なので設定によって何か変わっちゃうってことはないですね。なるほど。これ実際オシロスコープ使ってみると分かるんですけども、12ビットっていうオシロスコープでもサンプルのサンプリング速度がですね速くなってくると、実は10ビットに落としたりだとか、そういったモデルもあるんですけども、基本レクロイのやつは全てですね常時12ビットで動作するっていうことですよね。で一番最近出た製品で2023年のウェーブマスター 8000H、 これ 65GHz、 非常に高性能なものかと思うんですけど、こういう製品を出した狙いみたいなのは何かあるんでしょうかね？今このお城の画面にですね4値のレベルの I パターンが出てるんですけど、これPAM4 と言いまして、PCI エクスプレスの、最近の規格 Gen6 あたりからですね、通信の波形って大体2値の01の信号が今まで多かったんですけれども、徐々にですね帯域がもうこれ以上伸ばせない中、どうやってその伝送量を増やすかということでタッチ化の技術がだいぶ導入されてきてるんですよ。で非常に速い信号なんですけれども、たくさんのレベルを切り分けて測らなくちゃいけないので、ビット分解能の高いレベルの精度の高いですね測定が必要になってきたというところで、我々のこの後ろになってきているということです。この非常に 65GHz で12ビットっていうのは多分なかなか見ないものかと思いますね。大体8ビットとか10ビットとかになってしまう感じです。その中でも12ビットが出てるってことは、
多分非常にその設計なんかも難しかったんじゃないかなと。結構苦労してます。燃費を見るとですね、時々間が空いてるところがあるんですよね。で、例えば WebPro HD って2018年、その前が2014年なんです。これちょっと間空いてて、他のところにもキュキュッと詰まってるところの間がこう大きく空いてるのは、そのね、早いモデルを作るときってやっぱりちょっと開発に苦労している。で、この2018年の次に、すぐに次出すって言ってたのがちょっと伸びてしまって5年後に、ウェブマスターに来てるという感じですね。はい、ちなみに昔 110GHz のモデルとか、100ギガです、100ギガ。はいはい。レクロイって結構ね、サンプリングオシロも昔出してました。で、その当時100ギガのサンプリングオシロ、世界で初めてリリースしました。リアルタイムオシロでも実は100ギガ最初に出したのがレクロイなんですね。残念ながら出すはいいんですけども、あまりお客さんが買っていただけなくて、ディスコになってしまってから今別の会社さんが今その商品は引き継いでるみたいな感じの帯域のモデルをお持ちというそういう状態です。そういった経緯が終わりで、はい、ありがとうございます。ちょっと次のスライド、こちらを簡単にですけど、はい、説明いただけますか。レクロイとしてはですね、一応12ビットのモデルを非常に力入れてますので、パワーエレ系非常に力は入っています。で、どれも非常に大事だとは思っているんですが、大きく2つ柱を挙げるとすると、パワーエレの分野、それから先ほどの12ビット65ギガみたいなですね、高速シリアルの方にも大きな柱があります。で、特にその弊社プロトコルアナライザーの製品群も非常に強いので、そことの連携をして高速シリアルのそのデバッグ環境も非常に力を入れています。この2つですかね、大きく言うと。はい、なるほど。じゃあ、パワーエレから高速な信号までを全部カバーしていく。そんなことでよろしいですか、ね。それを12ビットでカバーしていこうということです。なるほど。素晴らしい。でですね、ちょっと時間がだいぶ来てますので、最後2つ質問に行きたいと思うんですけども、テレダインレクロイの、オシロスコープの一番の特徴は何かというのをお願いします。いろいろ考えてきたんですけど、ものづくりの哲学みたいなところを語り出すとちょっと時間がないので、パッと言うとすると12ビットで使いやすい、操作性みたいなところは、割と若い方にはとても受けるところがあるかなと思います。一見さんもどうです使ってて。私レクロイのオシロスコープを使ってるんですけど、一番の決め手になったのがこの操作性が一番いいっていうことなんですね。一番サクサク動いて、このユーザーインターフェースなんかも非常によくできている、これで選んだっていうのがあります。タブレットとかスマホをお使いの方がすごく使いやすいような操作性を入れてます。はい、ありがとうございます。最後もう一つ質問で、テレダインレクロイがですね、一番注力している製品は何ですかというのをお伺いしたいです。非常に難しいんですけども、さっき言った2つのうちどちらかというと私は非常にボリュームゾーンでいうところのパワー系の、解析オプションであったりプローブであったりオシロ本体の性能であったりというのがその辺がちょっと力が入れているところかなと思います。なるほど、ありがとうございました。はい、モーターの解析とか、そういったできるツールもあるということです。はい、はい。というわけでですね、2社目テレダインレクロイとの、対談でした。ありがとうございます。ありがとうございました。テレダインレクロイというわけで時間になりましたので次の対談を始めたいと思います。次はリゴルジャパンとの対談です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。リゴルなんですけども、中国の会社ということで、日本というかですね、オシロスコープ、市場にこういうふうにですね、非常に先進的な製品をいくつか出してきているなと思っています。そういったところをですね、今日掘り下げていければと思います。ちなみになんですけども、リゴルはいつ頃からオシロスコープを販売してますか？ですね、会社としてオシロスコープというか、創業はですね、PC ベースのオシロスコープを1998年に、作り出しています。で、現在のようなこういう形のものをですね、独自のブランドで、売るようになったのは2000年の、真ん中辺ぐらいですかね。それまではOEM とかそちらのビジネスが中心でした。はい、なるほど、ありがとうございます。で、いろいろ最近製品を出してきていまして、今こちらのオシロスコープ DHO シリーズかと思うんですけど、簡単にですけどご説明お願いできますか？はい。
今、ここにありますけども、こちらの DHO809 シリーズっていうのが、去年の9月に日本で発売になりました。で、もともと DS1000 シリーズという安いオシロスコープがございまして、そちらがもう発売して約10年ぐらい経つということで、今回モデルチェンジというか、後継のモデルとして出てきたのがこちらのモデルになります。ちなみに私もですね、こちらの DHO オシロスコープの動画を以前作ったことがありまして、DHO4000 と、あと、こちらの900シリーズですね、2本動画作ってます。その中でも、この DHO900 ですね、非常に気に入っておりまして、動画作った後に実は購入してるんです。ありがとうございます。動画で分解したんですね、オシロスコープを。で、その分解したオシロスコープを、ちょっと安くしてほしいみたいなことを言って、分解したオシロスコープをですね、売ってもらいました。で、非常にですね、特徴のあるオシロスコープかと思います。正直言うと、この大きさで、この価格で12ビットっていうのはものすごいことかと思うんですけども、ちなみに価格はいくらですか？今日持ってきてるこれがですね、924かな。これにS という後ろ文字がつくやつが、最上位モデルで、一ちゃんの信号発生器付きで、定価で、税抜きですけども、14万5千円です。250メガで。これは激安だと思います。はい。そうですよね。4チャンネルの8ビットのやつでだいたい5万、6万から、そうですね、10万とかいうリゴルのオシロスコープ。それでも安いと思うんですけども、正直この価格で出してきた時は非常にびっくりしました。で一番安いモデルだとここに書いてある 4.5 万円税抜きですか？ 4万5千円ですね。4万5千円。はい、聞きたいんですけども、そもそもなんでこの激安の値段で売ることができるのかっていうのを知りたいです。ですね、まず創業者がですね、その利益はお客さんに還元するべきだっていう、そういうポリシーがあって、なるべく値段を安く設定しようという、そういう会社のもともと意図があります。それから作り方にも実はちょっとコツがありまして、これちょっとよく見ていただければお分かりなんですけども、実はサンプラーとメモリを本体で持たせてます。なので、1チャンで使う場合と4チャンで使う場合で、スペックがちょっと変わってくるんですね。で、簡単に言うと4チャンで使うとスペックダウンするんですけども、それでも実際の使用には支障がないぐらいのスペックを持たせてます。強いて言うと、924はですね、250メガの帯域に対して4チャン使うと312メガサンプルなので、ちょっとナイキストの定理から言うと、ちょっと物足りないのは正直なところです。ただ実際、250メガのお城で、250メガの信号を見る人はおりませんので、大体70とか80メガの信号を見るのであれば、実用に耐えれると、そういう形ですね。なので、各チャンネルにメモリーとサンプラーをつけるよりも当然安くつきます。なるほど。そういった理由で安くできる。はい。で、そんな安く売って利益が出るのか、ダンピングじゃないかと思っちゃったりもするんですけど。利益出てます。出てます。大丈夫です。なるほど、なるほど。それだけ、いろいろ、理由があって安く作れるってことなんですね。あと、そうですね。メインチップ自分で起こしてます。これも大きいですね。やっぱり他のお城メーカーさんですと IBM とかそこが買ってますので、そこはどうしてもコストになりますので。そうなんですよ。以前、動画の中で、オシロスコープを分解してるんですね。なんでこんな安くできるのかとか、あと中身の構造を知りたくて分解しました。この900シリーズですね。で、やっぱりチップを見てみると、特にアナログフロントエンドの部分ですね。アンプは確かリゴルのロゴが彫ってありましたので、ちゃんと設計、製造しているってことですよね。はい。ザイリンクスのFPGA とかは買ってますけど、内製率8割ぐらいかな。確か。かなりもう非常に内製率高くて、そこで安く売れる秘密があるということです。でですね、一つ思ったことがあって、リゴル製品の投入スピードが結構速い
と思うんですよ、私的には。多分、なんか毎年新しい製品出してんじゃないかなと思うんですけど、そうですねこれはどういった理由というか意図があって、プロダクトごとでちょっと競争してる嫌いがあってですね、実際に一見さんに評価していただいた4000シリーズと一緒に DHO の1000シリーズっていうのも実はあるんですけど、もう事実上このマシンにちょっと駆逐されちゃってる嫌いがあってですね、もうなんかせめぎ合ってるというか、逆に言うと安い製品だからスペックが落ちるって感じでもないんですね。そこは逆にいい点かな。あともう一つはやっぱり新しい製品が出るってことはそれだけやっぱりメーカーとしての、技術力なりやっぱり資金投入力なり研究開発をかけてるんだっていう、一つの証かなっていうふうには思う。ちなみに結構安いオシロスコープがメインの会社かと思うんですけども、もっとハイスペック高価格帯のレンジっていうのはどうですか？今中国では13ギガのオシロまで出しております。でただちょっと中国の需要を賄いきれなくて、ちょっと日本にまで売る玉が回ってこなくて、まだ日本では売ってないんですけど、一応今年の10月か11月から売る予定です。あとスペアナもですね、13ギガとか、あとそれよりもっと上のものを、年末か来年ぐらいにリリースする予定です。なるほど、なるほど。ありがとうございます。では、最後2つ質問をお伺いしたいんですけども、はい。リゴルオシロスコープの一番の特徴は何ですか？特徴はですね、品質です。ズバリ壊れにくいです。メーカー保証としても3年、本体3年、プローブ1年で保証をつけてますけども、実は壊れにくいのが日本のお客さんにとって多分一番メリットあるんじゃないかなと思います。いろんなメーカーさんありますけども、ジャパンに関してなんですけども、実は修理のエンジニアが専任でおりません。サポートエンジニアが空いた手を見つけて、時間を見つけて、実は修理をしています。でメインはボード交換でやってるんですけども、いずれにしても件数が少ないからこそ、そういう対応で今できていると思っております。あともう一つは価格ですね。はい。ぜひお城待ちっていう状況ですね、私はなくしたいと思ってて、誰かがお城を使ってそれを待つんじゃなくて、ぜひ使い分けていただきたいなと。なるほど、なるほど。一つのデスクに一つのお城みたいな感じで、進めていけると。なるほど。で最後もう一つ、リゴルが一番注力している製品は何でしょうか？オシロスコープでオシロスす。コープ。はい。なるほど。オシロスコープ、特にどの製品だとか。やっぱり今このローエンドというか入門機が一番メリットあるかなって思ってます。お客さんにとっても私にとっても多分メリットがあるかなと思います。なるほど。ありがとうございました。はい。というわけでですね、3社目の対談、リゴルジャパンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。それでは時間になりましたので始めたいと思います。次の対談は横川計測です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ですね、オシロスコープ、外資系のメーカーがですね、結構多いかと思うんですけども、頑張れ、日本メーカーということでですね、日本メーカーをですね、今回2社お呼びしております。その1社が横川計測です。はい。ということでですね、始めていきたいと思うんですけども、まず簡単にですね、どんなラインナップがあるのかっていうのを説明お願いします。はい。ですね、弊社のオシロスコープのラインナップは、主に2種類ありまして、この帯域200メガから500メガ、普通の非絶縁のお城ですね。これ縦型今日持ってきましたけども、DLM3000 っていうライン。それと、この8チャンネルですね、の DLM5000 シリーズ。これ高分解のものと、あとそうじゃない8ビットのものがあるタイプになります。で、それとですね、ちょっと変わっているのが、帯域は低くなるんですけども、絶縁モジュール型の DL シリーズですね。で、これは DL シリーズに関してはハンドエルドのタイプ。これ2スロット入るんですけども、1スロット、4チャンっていうスロットがありますので、モジュールがありますので、8チャンネルの測定ができるもの。それからこの DL950 っていうのは、よりハイエンドのもので、8スロット32チャン
というスペックのものになります。なるほど。まあ、オシロスコープの全体的なラインナップとしては、まあ、2つにあると。ハンドヘルド型、これ結構面白い。なんか各社、やっぱハンドヘルド型最近出してきてるのかな。まあ、持ち運びできるような非常に小型のオシロスコープがあるかと思うんですけど、やっぱり横川計測さんもそういった流れに乗ってですか？それともこれは昔からあったとか、そういったものでしょうか？そうですね。最近の薄型っていう傾向のものとはちょっと一線を画してまして、要は現場で使えるっていう観点で、ハンドヘルドが必要と。で、これは絶縁タイプなので、特に作動プローブとかなくても、普通にフローティング測定ができちゃうんですね。はい、なるほど。じゃあ、現場で使うのに、確かに作動プローブを持っていかなくていいって絶縁されているので、もう受動プローブで取れてしまうってことですよね。そういうことになりますね。はい、これは非常にいいかと思いますね。はい。その下の非常に特徴のある DL950 ですか？ 32 チャンネル、8スロット。これどういったものですか？これはですね、ちょっとハンドヘルドのところでも説明したんですけども、要はモジュールの中に、1モジュール4チャンネルっていうタイプのものがありまして、で、これを8枚させますから、32チャンネル取れるということになります。なるほど。じゃあ自分で何か好きな構成を変えたりとかはできるんですか？例えば、スロットが、例えば、高性能な、なんか、入れるスロットがあったりだとか、そういったことですか？スロットに関しては、若干あるんですけど、基本的にはどんなスロットでもいい。で、その、モジュールが本当いろいろありまして、例えばその電流電圧以外にも、例えば温度を同時に測るとか、トルクを測るですとか、歪みを測るですとか、そういった。じゃあ、好きな測定をしたいモジュールに入れ替えれば、なんか、いろいろな測定ができてしまう。その通りですね。そういうことです。ありがとうございます。はい。オシロスコープ、左のですね、耐久500メガのところなんですけど、これ2種類ラインナップがあるっていうことですか？高分解能かそうじゃないかっていう違いを除けば、要はその縦型、これなんですけど、これ非常に珍しい形だと思うんですね。多分、業界に唯一これだけだと思うんですけど、このタイプと、あと、8チャンネルって最近、いろんなメーカーから8チャンネルが出るようになりましたけども、弊社はもう30年前から8チャンネルのオシロを持ってるんですね。はい、だからこの2シリーズで、特にですね、上の方にちょっと書いてあるんですけど、注力業界を非常に絞ってます。海外の他社さんは、フルラインナップで来てますけど、それとはちょっと違っていて、もう完全にオートモーティブ、パワーエレクトロニクス、メカトロニクスというところにもう絞り込んじゃってるので、このラインナップに、要は弊社が持っている技術をすべて突っ込んで、どうだっていう、そういう感じですね。なるほど。じゃあ、業界をちょっと選んでやる、そうです、その通りです。これはどういったものですか？右の図。ですね、これその弊社のその測定の世界観なんですけども、弊社電力計っていうのが一つ特徴的な製品としてありまして、それとこの波形測定器のラインナップを合わせて、例えばインバーターモーターっていうアプリケーションに対して、高速なところはDLM シリーズで、例えばスイッチングのところですね、を見る。で、それ以外の、例えばインバーターの入出力でしたり、そのモーターの温度だったり、振動、あと、タックですね、トルク、そういったところは、この DL シリーズで取る。で、さらにその全体の高精度の電力測定っていうのは、弊社の電力計でやると。で、さらに、それぞれ取ったものを、IS8000 って書いてありますけど、統合ソフトウェアで、同軸で並べてみれるんですね、データを。というのが、弊社の世界観なるほど。じゃあ、出しているラインナップの製品をいろいろ使って、高周波、500メガから、多チャンネルの測定までできると。なるほど。そういうことです。ありがとうございます。でですね、ちょっと、私の話になるんですけども、オシロスコープを購入するときにですね、実は、横側の製品もですね、一応入ってたんですね。で、その時に気がついたのが、プローブが一番安いんじゃないかなと思いまして、
例えば作動プローブ、電流プローブ、こういったちょっと安くしているのには何か理由とかあったりしますか？もともとなんですかね、そんな高価な値付けはしていませんで、お手頃な価格付けというのを、心がけた結果、そうなっているっていうところです。もちろんなんですかね、その競合他社さん、特にT 社さんですとか、そういうところで非常に強敵なので、そこの価格は当然意識はしています。プローブなんか結構壊れやすかったり、測定を間違えて壊すとかいうことが多いかと思うので、そういった時に、割と出費少なく交換できるのは非常にいいかなと思ってます。はい。ありがとうございます。というわけなんですけども、これはどういったスライドですか、こちらは。これはですね、弊社のその製品の特徴っていうのを、ちょっとまとめて、言い表せたらいいんですけど、顧客密着データ、その要求に基づく独自の機能性と使いやすさっていうのは、我々の売りかなと思っていまして、で、我々の強みっていうのは、その右のスライドに書いてるんです、右の絵に書いてあるんですけど、その技術部が市場に近いところにいてですね、お客様の要求をスピーディーに具現化することができるというのが強みになっています。で、その中から得た、例えば、もう標準的な機能になっているものも多いんですけども、多チャンネルでしたり、ロングメモリーでしたり、あとシリアルバスのトリガーデコード、こういったところは我々が先駆的に、やって、で、中には業界標準になっているものもあるというところですね。なるほど、なるほど。はい。というわけでですね、そろそろ最後の方に行きたいと思うんですけども、質問2つですね。横川計測のオシロスコープの一番の特徴は何ですかというものです。はい。ですね、上に書いた通りなんですけども、独自なその豊富な機能と使いやすさ、これを売りにしています。で、使いやすさって、一見さんの X にも書いてあったんですけど、多分に主観的なものなんですが、その普段使いでサクサク動くっていうところを、で、かゆいところに手を取るんですね。そういったものを目指して、我々は設計をしています。で、それを裏付けるのが、技術部が市場に近いところにいるという、そういう立地的なことになりますね。なるほど。ありがとうございます。で、最後、もう一つ。横川計測でですね、その一番注力している製品は何ですかというものです。ちょっとどれが一番かっていうのは一概には言えないんですけども、一番売れ線っていうのは今日持ってきた DLM3000 シリーズになります。で、これ珍しい縦型で、これなんで縦かっていうと、フットプリントを、要は接地面積を小さくできるんですね。だから机の片隅にこう置いとける。で、あとですね、ちょっと見ていただきたいのが、立ち上がりが早い。1、2、3、4、5、6、7、8。はい。で、最近のショースコープってなぜか立ち上がるのすごい遅いですよね。大体何分とか変わっちゃいますね。それってだから我々の感覚だとありえないんです。なんでここはエンジニアが1秒その立ち上がり時間を削るのに一生懸命になっている人がいます。なるほど、なるほど。こういった非常に立ち上がりが早いと意識しているということですね。ありがとうございます。はい。ということで、時間になりましたので、4社目は、横川計測でした。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。というわけでですね、始めたいと思います。551の、対談は岩崎通信機です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。岩崎通信機と申します。よろしくお願いします。こちらのタイトルにあるように、パワーエレクトロニクスの未来を継続で支えるということなんですけども、はい。やはりパワーエレクトロニクスに特化した形ということでしょうか、会社として。そうですね。パワー半導体の評価ということになりますと、弊社オシロスコープ以外に、半導体のカーブトレーサーですね。半導体のカーブトレーサーは、正特性の測定になりますけれども、オシロスコープはどちらかというと実動作、インバーターの実動作、動特性ですね。
そういったところのトータルで、計測を支えるというところを注力しております。なるほど。カーブトレーサーもあると。じゃあ、パワー半導体の特性も、油圧のカーブトレーサーで調べつつ、同特性もオシロスコープでできてしまうということですね。そうですね。はい。トータルでちょっと操縦所を展開できればと思っております。なるほど。はい、というわけでですね、いろいろラインナップがあるんですけども、簡単にご説明していただけますか？はい。当社ですね、やはり油圧っていうイメージからすると、このアナログのオシロスコープという印象がすごく強いんではないかと思います。アナログオシロスコープ、今から70年ほど前ですね、358年に、70年ほど前に、シンクロスコープという名称で、5メガの、アナログオシロスコープ。で、2020年には、1ギガのアナログオシロスコープという形でですね、進化を続けまして、現在こちら、スライドにあります、主に2つのラインナップですね、展開しております。まず上にありますのが、今、前に展示しております DS8000 シリーズという最新のものですね。そして、もうそしてにありますのが、汎用のオシロスコープにはなるんですけれども、優れたコストパフォーマンスと、あとはその高速リモートでですね、パソコンとの連携ですとか、ちょっとした波形判定機能とか、そういったところにもカバーしております。なるほど。じゃあ、ラインナップは主に2つあるっていうことですね。そうですね。はい。で、今日、そちらにあるのは、それが DS8000 シリーズ。8チャンネルのモデルですか？それは。はい。そうですね。8チャンネルになります。各社さん非常にコンパクトに、集まっておりますけども、結構8チャンネルということで画面も大きくですね、使いやすさを、主張に、設計しております。なるほど、なるほど。ちなみに、各社ですね、8チャンネルいろいろ出してきてると思うんですけども、その、油圧のですね、8チャンネルで、例えばどんなことができるとか、なんかありますか？はい、そうですね。やはり多チャンネル、同時表示っていうと、やはり波形が混み合ったりすることがありますので、そこは、分割して表示するのもそうなんですが、ズームとか、他店のズーム機能なんかもですね、必要なズームのところを指定して、でさらにそのズームのメイン波形とズーム波形の大きさを変えたりとか、そういった使いやすさ、見やすさにこだわった部分もございます。なるほど、なるほど。で、ここに書いてあるパワーエレ計測に特化。やはりですね、最近パワーエレがやはり非常に重要になってくるのかなと思うんですけども、どういった解析ができて、どういった点で使う人が嬉しいのかっていうのがちょっと気になりますね、やっぱり。はい、そうですね。やはり解析っていう、最後の、ユーザー様の目標があるわけなんですけれども、当社はですね、やはりオシロスコープの基本性能以外に、やはりプローブとの組み合わせですね。プローブと組み合わせて、目的とするアプリケーションに、最適な測定ができているかというところを、注目しております。で、特に弊社はですね、プローブのラインナップをかなり増やしまして、そういったところの、計測のソリューションなんかも提供しております。高電圧ですと、やはり通常のパッシブプローブでは測定ができませんので、高電圧作動プローブとか、あとはそういったロゴ付きの電流プローブとか、この後ちょっとご紹介したいと思うんですが、はい。なるほど。パワーエレ結構、プローブが重要じゃないかっていうのがありますね。はい、おっしゃる通りですね。はい。光アイソレーションプローブ。これは岩津さん揃えてるんですね。はい。ラインナップとしてですね、ドイツにございます、プローブメーカーさんと協業してですね、こういったパワーエレに、特化したプローブということで、光アイソレーションプローブは 1.5GHz 帯域を持っています。高電圧作動プローブ、皆さんよくパワーエレでお使い、市川さんもよくインバーターの測定でお使いだと思うんですけれども、こちらも500メガまでの帯域で 2kV ですね、高電圧。ラインナップもかなり増えております。はい。一番左下のプローブが一番気になってしまうんですが、これどういったものでしょうか？はい。光電流プローブですね。はい。こちらはですね、当社のブースにも展示の方はございますけれども、いわゆるアイソレ、非接触でですね、電流計測ができるというですね、プローブになります。ファラデー素子というものを使ってですね、光の変更、磁場によって光の変更を利用した
プローブということに、非常に新しい設計のプローブになります。なるほど。通常プローブって、その電流を測るときってシャント抵抗とか使ったり、あとはクランプ式の、よくあるホールセンサーそうですね。使って、はい。そういったのに加えて、光電流プローブ、これ非常に面白いので、ぜひですね、後でブース行って、どういうふうに使えるのかっていうのをですね、ぜひご覧いただければと思います。はい。でやっぱりですね、12ビットっていうのが一つキーワードかなと思います。パワーエレクトロニクスの測定であったり。で、実際ですね、この12ビットがどういったところで活かせるのかっていうのはどうでしょうか、岩津的には。そうですね。各社さん、やはり、ハイレゾ、12ビットのですね、リコンバーターを積んで、オシロスコープもかなりラインナップされています。で、弊社の場合ですね、やはりパワーエレクトロニクスというアプリケーションからおいてもですね、こちらの今ちょうどスライドにあります 1kV のステップ波形ですね。それに対して、例えば 10V ぐらいの、1ディビジョン 10V ぐらいを見ようとしたときに、8ビットですと、上にございます写真のようにですね、分解能の粗さ出てまいります。それよりも16倍解像度の高い、12ビット、4900ですね、見ていただくと、細かい、大電圧の中に細かいですね、本来測定したいで信号を、探れるというところが、やはりもう必須条件だと。パワーレにおいては12ビットのオシロスコープが必須条件だということで、こちらの DS8000 シリーズの開発に至ったというところもございます。なるほど。そういった経緯があるわけですね。はい。ということでですね、そろそろ質問に移りたいと思うんですけども、岩崎通信機のですね、オシロスコープの一番の特徴は何ですかというのをお願いします。はい。波形を見るという基本コンセプトに基づいてですね、やはりそれに見合う性能と、それから使いやすさ、やはり機能が非常にふんだんにあっても、やはり使ってる機能がやっぱりそこまでいらないものもあろうかと思います。各社いろんな高機能のものがありますけれども、当社は必要な機能に絞って、でかつですね、こちらの左下にありますような、アプリケーションに特化したプラグインソフトというものを活用することによって、さらに本格的にですね、これはスイッチングロスを定量的に解析するソフトなんですけども、よりエンジニアの方に解析の方もう全部一台でできるようなというようなオシロスコープの展開の方を考えております。はい。ありがとうございます。そして、もう一つの質問が、岩津がですね、一番、注力している製品は何ですかという。我々岩崎通信機はパワーエレクトロニクスということにポイントを置いてますので、正特性と道徳性の両局面で、計測製品を開発するというところなんですが、特にこの道徳性のオシロスコープにおいては、オシロスコープ本体の性能もそうなんですけれども、プローブですね。プローブが目的のアプリケーションにマッチしているかどうか、そういったプローブの選定と、それに合うラインナップの充実、それからプロービングのソリューション、こういったところにですね、注力をして、皆様にちょっとそういったところを提供していきたいと考えております。なるほど、ありがとうございます。カーブトレーサーもありますし、こういったオシロスコープもあるということで、総合的に提供していくということですね。そうですね。限られた時間の中ですが、なかなかちょっと伝えきれない部分はどうかと思いますが。ありがとうございました。ということで、時間になりましたので、岩崎通信機との対談でした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ちなみにですね、今回出展していない企業さんも、お呼びしてるんですね。キーサイトと、あとは、ロードシュワルツ。このですね、日本能率協会主催者側からするとですね、やっぱり出展してる企業を、優先してほしいっていうのは、当然思うんですけども、やっぱりこういった展示会とかでですね、人が多く集まるところで、なるべくたくさんの会社を出してですね、各社の特徴であったりだとか、そういったのを見てもらった方が、やっぱり来てる人のためになるだろうっていうことで、今回無理をお願いしてですね、日本能率協会さんに、出展していない企業も、ぜひ来てほしいんだけどっていうことをですね、いろいろ交渉しまして、未出展の企業にも来ていただきました。多分ですね、ここまでメーカーが集まる機会っていうのは、ほとんどないんじゃないかと思います。
大変貴重な機会になっておりますので、ぜひですね、皆さん、ご参考にしていただければと思います。というわけで、時間になりましたので、始めたいと思います。次の対談は、キーサイトテクノロジーです。よろしくお願いします。キーサイトテクノロジーの与田です。よろしくお願いします。はい。キーサイトですね。名前がいくつか変わって、もともと HP で、はい、そうですね。はい。そこからアジネントになって、で、キーサイトです。なるほど。ラインナップですね。計測器自体のラインナップが多分一番多いんじゃないかと、思います。多分誰かが言ってたんですけども、電子計測器のデパートだとか言われてまして、はい。そこら辺はどうですかね、実際のところ。そうですね。あらゆる種類の、基本測定器を揃えていますね。で、その中でもやっぱりオシロスコープって基本、測定器の基本ということで、我々はどちらかというと周波数の、ネット穴とかスペア穴が強いんですけれども、やっぱりこの10年、20年はオシロに注力しようということをやっています。なるほど、なるほど。オシロスコープのですね、ラインナップ自体も非常に多いと思います。これだけで見ると、15種類ぐらいですかね。これはちょっといろいろ古い世代のも入ってますので、現行機種でいうとここまではないんですけども、上がノン Windows の、汎用的な使い方ですね。ローエンドって言われているもの。で、真ん中、今日お持ちしたのがミドルクラスの Windows タイプ。で、一番下の段がハイエンドの、さっき話になりましたけど、110ギガまでのリアルタイムオシロを含んでいます。ちなみにこういったラインナップがいろいろある中で、一番の売れ筋みたいのはあるんですかね。我々はハイエンドですね。10ギガ以上、一番日本でも売れてるのは33ギガとかそういったものになりますね。なるほど。33ギガっていうと結構高いなと思うんですけど、実際どういったところでこのキーサイトのオシロスコープ、特にハイエンドですね、使われることが多いんですか？デジタル規格がありますね。USB4 とか HDMI とか、ああいったコンプライアンスって、最近は高帯域オシロが必須になってきて、その帯域が年々上がってるんですけども、そういったものをやられてるメーカーさんですね。なるほど。そういった高速信号を扱っているところに、もう入れているということですね。はい、ちなみに今、この手前にあるオシロスコープ、これは何シリーズですか？どういった特徴がありますか？こちらは MXR シリーズといって500メガから6ギガの、ミドルクラスと言われているものなんですけれども、で、そうですね、8チャンネル、搭載しているものになります。なるほど。こういったですね、いろいろオシロスコープがあるわけですけども、ちょっとですね、次のスライド行ってみたいと思います。これはどういったものでしょうか？ PC で動画編集 VS スマホで動画編集とかあるんですけど。さっきちょっとお話あったと思うんですけど、最近よく皆さん出してるオシロスコープってスマホみたいに扱えるとあるんですけども、ある意味我々はその逆と言いますか、で、一見さんならわかると思うんですけども、動画編集、スマホで簡単にできますかっても、ちゃんとやろうと思ったら PC でコマ単位、フレーム単位で位置とかも微調整したいじゃないですか、数値で。そういったイメージですね。どちらかというとスマホっていうよりは PC で細かいところを確実にできるっていうオシロスコープになります。なるほど、なるほど。もうしっかりと波形を見ていくと。ちなみに、確実、正確、効率よくということなんですけども、実際ですね、すごい高い周波数まで、いけるっていうことなんですけども、最高110ギガですよね、今のところ。今後、もっと高い周波数、キーサイトから出るとか、どうですかね。いや、どうなんですか？多分、要望とかはありますかね。その業界からもっと高いの出してほしいとか。いや、ないかなと思います。っていうのも、110ギガまでのラインナップですけど、ほとんどが33ギガまでで十分で、それ以上になると、国の機関だったり、そういう限られたところしかないので、そんなにその先は今のところ考えてないかと思います。なるほど、なるほど。なかなか高い周波数だと、そこまで出ないかなといったところですかね。でちょっと次のスライド行きたいんですけども、このスライドを簡単にご説明いただけますか？今、キーサイトが注力しているアプリケーションということで、ノイズの解析、デバッグっていうのを出ます。
特に車業界でお客様の悩みが多くて手伝ってるんですけれども、そのためにはオシロスコープだと普通時間軸ですけれども、時間軸だけじゃなくてやっぱり周波数、あるいは時間周波数と両方同時に見ないといけなくて、そういった事例で、例えば上は車のモーターから出てるエンジンノイズなんかを、でも環境ノイズも含まれてるじゃないですか。はい、そういうのをこういう時間と周波数と色で強度を表すと、どれが環境周波数でどれが見たいものか。でその中から見たいものだけ取り出すと、例えばモーターのノイズが、数ボルトあったのが実際に環境ノイズ取り除くと数百ミリボルトだったとか、あと下なんかは充電中の EV の、ラジオアンテナにその充電による変なノイズが入ってくるとお客様不快ということで、それがどこから出てくるのかをこの多チャンネルのスペクトログラムでやると、例えばこれがそのアンテナなんですけども、このピンっていうノイズはバッテリーから来てる。この辺のよくわかんないノイズはこことか、なぜかここにはいないけども大元からも出てるとか、そういったデバッグの問い合わせとかが多くて、そういうのをお手伝いしています。オシロ本体じゃなくて、やっぱりこういったデバッグツールが、非常にデバッグだったりだとか、解析ツールですね。こういったのをもう非常に注力している、そういった認識でよろしいですか？そうです。ちょっと前のスライドに戻っていただくと、各社さん、使い勝手、がいいと、当然おっしゃられますけれども、大体使い勝手というと操作性のことを意味すると思うんですが、ちょっとこちら ISO のユーザビリティの定義を見ると、どれだけ容易に目的を達成できるか、その測定器の能力を引き出せるかということで、今、市毛さんおっしゃっていただいた通り、それを使ってですね、デバッグに力を入れています。なるほど。オシロに、さらに付加価値をつけて目的を達成できるようにする手助けをしていると。ここで書いてるのもパラメータ測定ってあるじゃないですか。立ち上がり時間とかピークトゥピークデアンスとか、これが130種類、これお客様の声でどんどん増えてるんですけども、これ通常のメーカーの 4倍ぐらいあるんです。多岐にわたるパラメータ測定ができてしまうということですごいですね。でなぜかというと、大体お客さん聞くと皆さん、特に最近はロングメモリデータをパソコンに移して、そこでパソコンで自分のソフトで解析する。でもその結果、ある値1個出すだけとか、すごく時間と伝送時間の無駄なんですけど、そういうのを全部オシロスコープ上でできるようになっていると。なるほど、なるほど。ありがとうございます。ということでですね、質問に移りたいと思うんですけども、キーサイトのオシロスコープの一番の特徴は何ですか？そうですね、いろいろあるんですけど、やっぱり今お話しした、デバッグだったらキーサイトにお任せくださいっていうところですかね。こういった細かいことがオシロ上でできる、というところです。なるほどな。はい。で、次の質問。キーサイトがですね、一番力を入れているオシロスコープはどれですかという質問です。ハイエンドと言いたいところなんですけども、ハイエンドは結構シェア取ってますので、今やっぱりそのミドルクラス、ローエンドに力を入れていこうとしています。なるほど。ちなみにミドルエンド、ローエンドだとどういった用途に使われる製品が多いですか？アプリケーションです。どういったアプリケーション？アプリケーションで汎用が一番多いんですけれども、そうですね、パワーエレもそうですし、そうですね、遅いコマンドあるじゃないですか、SPI だとか、ああいうのを見てるお客さん多いですね。なるほど、なるほど。はい。というわけでですね、はい。というわけで今回の対談ですけども、キーサイトテクノロジーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。最後は、ローデ・シュワルツ・ジャパンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。ローデ・シュワルツ、オシロスコープ作ってたんだっていう話ですよね。はい、まず。おっしゃるとおりです。はい。高周波関連の計測器で非常に強い会社かと思います、ローデ・シュワルツ。で、そこで、あえて、オシロスコープ業界非常に強力なライバルがいるわけですけども、なんでオシロスコープ業界に入ってきたのかっていうのをちょっとお聞きしたいです。はい、今日はご参加されているお客様、ローデ・シュワルツというと、EMI テストレシーバーとか、そういったところで展示会の方でも弊社出てませんけれども、EMI テストレシーバー管理はかなり展示しております。
で、なぜオシロスコープの市場に入ったかという話なんですけれども、高周波業界というのは一通り安定しているんですが、それとは別に実はオシロスコープの、マーケットサイズというのは電子計測器の中でも一番大きなサイズになっています。これはグローバルで見て一番大きなサイズになっています。で、そうしたですね、非常にグローバル見ても大きなマーケットに対してやはり、参入していきたいというですね、強い思いがあって入ってきているという形ですね。ですので、弊社としては高周波の製品のラインナップは揃えているんですけれども、さらにオシロスコープのラインナップも揃えることで、お客様から見たときに、ワンストックで高周波の計測器も買えるし、オシロスコープの計測器も買えるというような会社を目指したということです。なるほど。高周波関連と、オシロスコープ合わせて出して提供していくということですね。はい。はい。でですね、ローデのですね、オシロスコープ、オシロスコープらしくないようなですね、非常に特にスペアナー関連がですね、オシロスコープらしくない、半分スペアナーじゃないかみたいな感じで使えるものがあります。ちょっとですね、後で、それ紹介していただくんですけども、まず簡単にどういった、ラインナップがあるのかご紹介お願いします。はい、ですね、ローデ・シュワルツなんですけれども、オシロスコープの市場に参入して、約10年、経過してます。で、やっと最近、ローデ・シュワルツオシロスコープやってるのかなというのが少しずつ、浸透してきたかなと。で、今日私が参加した目的も、製品紹介というよりは、ローデ・シュワルツがオシロスコープをやっているというのを知っていただければ、今日は正解かなというふうに思います。で、ラインナップとしては、ハンドヘルドのタイプのもの、これは絶縁で4チャンネルで500メガのものから、下は2000シリーズ、3000シリーズといったモデル、それから4000、5000で RTO6、RTP ということで、ハイエンドに関しては最高 16GHz までのオシロスコープを現在はカバーしているという形です。なるほど。最高16ギガ。かなりハイエンドなモデルかと思うんですけども、やはりそのローデの高周波の技術っていうのがこのオシロスコープにも何かしら流用されているということですか？はい、そうですね。で、先ほど申し上げましたように、弊社の場合、EMI テストレシーバーで培った RF のノウハウ、いわゆるその対ノイズ性に対して非常にフロントエンドを強く作っています。ですので、他社と比べたときに、例えば信号を見た時のノイズフロアというのは非常に低いというのは一つの特徴になっておりまして、それが下のモデルから上のモデルまで反映されているという形になっています。なるほど。非常にノイズ性能が高いということですね。はい、そうですね。はい。ありがとうございます。で、他社さんのですね、ラインナップだと16ギガよりもっと高い周波数あるかと思います。そうしたときに、ローデとしては今後もっと高い周波数出していくのかなっていうのが一番気になるところなんですけど、実際どうでしょうか？ですね、今現在は、ミドルクラス、先ほどキーサイトの人もおっしゃってましたけれども、やはりボリュームゾーンっていう意味でいくとミドルクラスが今一番大きなところなので、弊社としてはまずそこのですね、ボリュームゾーンを取りに行くという戦略で製品開発をしています。なるほど。じゃあまず、ボリュームゾーンで多くの人に知ってもらうってことですかね、まず。はい、そうですね。で、高周波のは比較的、ユーザーの方が限定されていますし、それこそ、某メーカーさんがかなりシェアを取っていて、で、同社なので、そこに行くための下準備として、やはりミッドレンジを拡充していくというところがポイントになっています。今後もバリバリ戦っていく予定ということですね。はい、そうです。はい、ありがとうございます。で、ちょっと次のページ行きたいと思うんですけども、こちら今前に置いてある MXO5 ということでよろしいですか？はい、そうです。で、ちょっとこちらのスライド簡単にですけどご説明お願いします。はい、これ一見さんの最後の質問になっちゃうんですけど、推しの製品なんですかということで、今日お持ちしているこの MXO5 という製品が推しの製品になっています。で、帯域としては2GHz までなんですけれども、弊社として今回、パワーエレクトロマーケットにですね、ちょっと本格的に参入したいなという思いもありまして、8チャンネルのモデルを今回ローデとしては初めてご用意させていただきました。で、かつ、他のメーカーさんと、じゃあどういった点で差別化すべきかというのを考えたときに、やはり弊社としては、その圧倒的なパフォーマンスというところを売りにしていて、でここに書かれてますように、例えば波形更新スピードとか、12ビット分解能、あるいは
標準で500メガポイントというような、スペックを持っていて、これ業界で最強なんですけれども、これを実現するためにですね、あそこにMXOEP って書いてますけれども、1秒間に25ギガバイトのデータを処理できる ASIC をこれは2個搭載しています。で、1秒間に2ギガバイトってどういうイメージかというと、Netflix の、韓国ドラマ、1シリーズ分を1秒で処理できるというようなパフォーマンスを持っている ASIC が2個持っているというイメージです。なるほど。もう ASIC から作り始めて、こういったオシロスコープに使ってるってことですね。そうです。でですね、こちらのオシロスコープ、私、実は使ったことがありまして、YouTube の動画で、こちらのオシロスコープをですね、ちょっと、PR したことがあります。で、一番、これの私のお気に入りポイントなんですけども、FFT、周波数解析機能が、すごいっていうのがですね、一番のお気に入りポイントです。ありがとうございます。ですね、オシロスコープの FFT 機能って、よくあるのだと、画面に映っているデータをですね、FFT しているので、例えば時間軸をちょっと変えたりすると、周波数解析の範囲が変わったりだとかすることがあるんですけど、これないんですね、そういったことが。時間軸のスケール変えても、FFT の結果は変わりません。これは一体どうやって実現してるのかなっていうのを教えてください。通常は、オシロスコープですと測定している画面の逆数で FFT のスパンで決まってしまうんですけれども、これはバックグラウンド上にですね、データを全部持っていると。で、その持っている中から必要な分だけを切り出して表示するということができるので、ここに書かれているように、4画面独立 FFT と書いてますけれども、これ4つ FFT を設定したときに、それぞれ全部周波数スパン、分解の帯域幅、全部異なる形で設定することができます。つまり、4台のスペアナを1台のオシロスコープに入れることができると。で、何がいいかというと、例えば、複数のノイズ源があったときに、どことどこの相関性があるかというのを見るときに、スペアナだと1つしか見れませんけれども、これだと1つのノイズ源に対して影響がありそうなところをポイントで見ていったときに相関性があるものをパッと追えるというようなメリットがあります。で、こういった高速な FFT を実現するのも先ほど申し上げたように ASIC を搭載していることによって高速処理ができるということからこういうことが実現しています。なるほど。ASIC があるからなせる技ということですね。はい。もともと高周波関連ですごい、強い企業かと思うので、こういったところもかなりこだわってるなっていうのが、実際使ってみて分かったところです。はい。でですね、そろそろ最後の質問に移ろうかと思うんですけども、ローデ・シュワルツがですね、のオシロスコープの一番の特徴は何ですか？もう繰り返し述べてますけれども、一つはASIC を搭載しているので、とにかく処理スピードが速いです。で、かつ、フロントエンドが低ノイズなので、ノイズとかを測定するときには非常に、有効なデータが取れるという、この2点になるかと思います。なるほど。ありがとうございます。はい。で、そして、最後もう一つ、ローデ・シュワルツの一番注力している製品は何ですかというものです。で、それもこちらの製品なんですが、さらにこのスライドに書いておりますように、8チャンネルの製品のリリースと合わせて、パワーエレクトロニクス市場に入るということで、光アイソレーションプローブを今回発表しております。で、こちらですね、他社さんと比べて非常に温度安定度が高いという特徴と、あと、他社さんのオシロと組み合わせ使うこともできるので、もうすでに他社さんの絶縁プローブを使ってるけど、ちょっとローデのものも試してみたいといったときには、お声掛けいただければ、今お使いのオシロスコープと組み合わせて評価をしていただくということも可能になっております。で、あと1点だけよろしいですか。はい。で、最後にですね、今日ちょっとこれ画面見ていただいていると思うんですが、これ上が実は時間データです。で、これ下が FFT のデータなんですが、弊社のゾーントリガーというですね、四角を書いて、この四角を遮るところ、遮らないところでトリガーをかけることができるような機能です。で、これを周波数と時間データに対してそれぞれ設定してトリガーをかけられるので、例えばなんかノイズがあってそこだけちょっとトリガーかけてその時の時間データを見たいというような時に、こういった機能を使っていただければ周波数軸あるいは時間軸の双方向からデバッグをすることができるという形になっています。
これ非常に強力な機能ですね。そうですね。これ今回ファームウェアが更新されて初めて搭載されて、実はソフトウェアじゃなくてハードウェアでトリガーがかかります。なのでシングルショットでエラーが来た時も必ずゾーントリガーでも、キャプチャーすることができるので、デバッグには最適なツールとなっています。なるほど。ありがとうございました。というわけでですね、最後になりましたけども、ローデ・シュワルツ・ジャパンとの対談でした。ありがとうございました。